ストリンダー無課金評価ハイな姿編。ジャースパルと申します。連発スキルウィークボリューム2にて新登場となったストリンダーの強さを紐解いていって、最終的に無課金初期勢パルの目線で評価考察していきたいと思います。今回はパート1としてメインスキルプラス食材ゲット S を持つストリンダーハイな姿の能力を深掘りしていって、どんな特徴を持っているのか、強みは何なのか探ってみたいと思います。基本的なステータスに関してはこちらの動画で解説しておりますので、合わせてご覧いただけますと幸いです。どうやらモーモーミルクを集めるポケモンとして最上級のポテンシャルを持っているみたいです。カメックスとの差であったり、どんな人におすすめなのかも考察していきましょう。それでは参ります。ということで、最初にストリンダーハイな姿がどんなポケモンなのか、先に簡単な結論だけお伝えしておきます。ポケモンスリープバージョン 2.11.1 現在、ストリンダーハイな姿にお願いしたいお仕事は、料理がデザートの時、銅のエクレア用のミルクを集めながら食材備蓄もしてもらうというものになります。なので基本的にはエクレアが作れる程度までゲームが進行している方かつミルク担当がいない方におすすめしたいポケモンです。始めたての方であればここが一つの目標となるでしょう。非常に能力の高いポケモンでロマンも将来性もあるんですが、その能力を引き出す難易度も非常に高く、どちらかというと熟練者向きのポケモンかと思われます。ぜひとも使いこなしたいですね。そんな新時代のミルクシンギュラリティストリンダーハイな姿、その強さに迫っていきます。ということで、まずは超ざっくりストリンダーのステータスを確認しておきましょう。ストリンダー毒タイプのスキルが得意なポケモンです。基礎お手伝いスピードは51分40秒3100秒で、特に速くもないんですが、速くないということがプラスな要素もあったりします。集める食材はモーモーミルク、特選リンゴ、太い長ネギ。口述しますが A 食材のミルクがこのポケモンの鍵を握っています。そしてメインスキルは姿によって異なり、今回扱うストリンダーハイな姿はプラス食材ゲット S を持っています。このプラスは普通の食材ゲット S より弱い代わりに、チームにもう1体プラスかマイナスのポケモンがいる場合、追加で自身の第1食材を集めます。第1食材はミルクなので、ランダムな食材とミルクを集めるスキル、それがハイな姿のプラスです。そして最大所持数は23個、これしっかり多いです。この量に加えてお手伝いスピードがそこまで速くないので、所持数がいっぱいになるまでかなり猶予があります。なのでログインできない時間が長かったり、寝ている間でも強さが損なわれにくいのが特徴的です。ある意味最大所持数アップのサブスキルいらずとも言えるでしょう。また直接ゲットするためのフレンドポイントはなんやかんやあって20となっています。1進化ポケモンの基本は12なんですが、ちょっと特殊なんですよね。そしておそらくその特殊さの原因となっているのが進化条件。エレズンの性格によって進化する姿が決まります。というか決まっています。ハイな姿になるのはご覧の性格13種類。大当たりは生意気と勇敢でしょうかね。って感じで、これらがストリンダーの基本情報となります。そんなわけで、ここからわかるストリンダーの特徴を簡潔に抜き出していきます。まず1、ミルク担当。そして2、編成のハードルが高いです。こちら順番にお話ししていきます。まずは1、ミルク担当です。冒頭でもお伝えしたように、このストリンダーハイな姿は基本的にはミルクを集めるのが最もお願いしたい仕事となります。というのも、ハイな姿のメインスキルプラス食材ゲット S は追加効果を発動して初めて強力なスキルと呼べるものです。単体であれば、例えばシャワーズの持っている通常の食材ゲットの方が優秀で、さらにシャワーズ自身もミルクを集められるポケモンです。その上で厳選や育成面に関しても水の石以外は余裕で上回っていると言っていいでしょう。言うて水の石は今はシャワーズしか扱うポケモンがいないです。さらに毒タイプであるストリンダーの活躍が見込まれるアンバー渓谷では、同じく活躍が見込まれる虫タイプの食材ゲットヘラクロスがいたりします。もちろん若草 EX の木の実ガチャで毒タイプを引いた時なんかには活躍してもらえるんですが、もはや差別化のためにはほぼプラスマイナスのポケモンと一緒に採用することがほぼ必須と言ってしまっていいでしょう。よって基本的にはミルクを集める効果が本体で、おまけというには強すぎる食材ゲットがついているというのがハイな姿の実態となるでしょう。これほぼそのまんまカメックスの特徴だったりもしますよね。
カメックスはバージョン 2.11.1 現在、食材得意の中で唯一のミルク第一食材のポケモンで、メインスキルは食材ゲット S。ミルクに特化させたカメックスと役割的にはほぼ一緒ってことで、一番の比較対象はこのミルックスになるかと思います。そんなわけでまずは1、ハイな姿はミルク担当です。続いて2、編成のハードルが高いです。1でお伝えしたように、ストリンダーならではの活躍を求めるなら、プラスの追加効果を発動させる必要があります。ってことで、プラスル、マイナン、ストリンダー、いずれかもう1体は育成しないといけないんですよね。なので、厳選の手間も多少増えますし、メインスキルの種もたくさん欲しいです。そこをクリアした上で、2体同時に編成しなくてはいけないので、全部込み込みで編成のハードルが高いです。ってことで、大きな要素としてはこんな感じでしょうか。とりあえずミルク担当なんだけど、スキル絡みがなかなかややこしくて、メインスキルの種もたくさんあった方がいいし、なんなら厳選もちょっと大変ってことで、この時点では初心者や無課金におすすめできそうな雰囲気ではないですね。さあ、それでは実際にどのくらいミルクを集められるのか、主にカメックスと比較してストリンダーの強みをより深掘りしていきましょう。画像はハイな姿レベル60と30、カメックスレベル60と30、そしてヒーラーのサーナイトです。一旦食材は全員 AAA で見ていきます。ハイな姿とサーナイトはスキルレベルマックスでスキル確率アップ M を持たせてあり、カメックスは食材確率アップ M がある状態です。また睡眠時間は9時間3食付きの想定です。というわけで早速ミルクの量を比較しましょう。まずストリンダー、食材ゲットの分も含めてレベル60でミルク113個、レベル30で98個。続いてカメックスがレベル60で106個、レベル30で79個ということで、もろもろ条件付きではあるものの、ミルク最強クラスの実力を備えていることがわかります。ちなみにレベル30 A、B ストリンダーだとミルクが15個ほど特選リンゴに置き換わりますが、それでもミルクは83個ほどなので十分な量と言えそうです。食材確率アップ M 持ちの A、BB マスカーニャで80個前後とかになっています。さらにもちろんミルク以外にも食材ゲットで持ってきた食材があと90個ほどありますので、そもそもストリンダーって1日に200個程度食材を集められるポテンシャルがあるみたいですね。今はまだ使い切る方が難しそうです。ってことでミルクの比較は一旦こんな感じ。ここからわかることいくつか抜き出してみましょう。まずはレベル30でほぼ完成、そして厳選が一応楽、こんなところでしょうか。まずはレベル30でほぼ完成ですね。スキルのポケモンであるストリンダーはスキルレベルさえ高ければ自分のレベルが低くてもこれと似たパフォーマンスを発揮してくれます。カメックスはレベル30から60で大幅に強化されているのに対して、ストリンダーはレベル30の時点でカメックスレベル60に迫るほどですが、逆に言ってしまえばレベル60になってもそこまで強化されているわけではないというか、今後のスキルレベルの上限解放次第みたいなところがありますね。そんな感じで低レベルでも強いということは、夢のかけらや飴をあまり必要としないということでもあります。その代わりメインスキルの種は欲しいので、金種が欲しいストリンダーと飴とかけらが欲しいカメックスって感じでしょうか。とにかく低レベルでもほぼ完成されたスペックでお手伝いしてもらえるのはストリンダーの魅力の一つと言えそうです。ただしこれ強みとしてはあと一歩弱いところもあります。現行のレシピで最もミルクを使うものが銅のエクレアの26個なので、1日3食分であれば78個。それってレベル30のカメックスでもギリギリ足りてるんですよね。もちろん今後さらにミルクを要求されるレシピが出てくることになるとは思うんですが、現状ではまあカメックスレベル30でも一応足りてはいると。なので真の意味で低レベルであることを生かすのであれば、他の食材ももりもり集められるというところにも強みを見出したくなります。食材の備蓄がものすごく得意とか、順番が逆なんですけどプラスルのサポートもできるとか、そんな要素も分かったところで、ひとまずレベル30でほぼ完成でした。続いて厳選が一応楽です。正確で進化先の決まるストリンダーの時点で厳選は楽ではないんですが、食材パターンに比べたらまだマシっていう話ですね。
ポケモンスリープの食材レベル30と60では第一食材と違う食材が選ばれる確率の方が高くなっています。例えば AA カメックスなら3分の1、33% くらい、AA カメックスなら9分の1、11% くらい。このオール A の食材ポケモンを探すというのがポケモンスリープで一番の沼要素かもしれません。それと比べればハイな姿になるストリンダーは25分の13種類の性格なので 52% くらい。AB ストリンダーでもミルクは一応足りていますので、まあゼニガメを厳選するよりは楽でしょう。本当に厳密に言うとゼニガメの出現フィールドは多いよねとか、いわゆる当たりの性格がどれくらいでとか、もっとややこしくなるとは思うんですが、比較的楽にミルク厳選をクリアできるという点はハイの姿の魅力と言えるでしょう。その分ゼニガメはカカオに専念してもいいですしね。エクレア作りが今の最終的なゴールとなりそうなので、なんならカカオのカメックスとストリンダーの相性はバッチリまでありますね。ってことでレベル30でほぼ完成していて、厳選も一応楽という要素だけで見れば、そこは初心者や無課金にもおすすめしうるなと思いました。特に初心者であればミルク80個も90個も使えませんので、スキルレベルもゆっくり上げていけばいいみたいに思えば意外と採用しやすいということにしておきましょうかね。まあそんな感じでストリンダーハイな姿を構成している要素だいぶ見えてきました。ってことでこれらをまとめていきます。ストリンダーハイな姿、単体で採用する場合は他のポケモンに劣ってしまうことが多いため、ここは分かりやすく追加効果必須と言い切ってしまいましょう。よって2体で採用する必要がありますし、メインスキルの種も大量に必要になります。やはり相方の分まで考慮したいので、無課金には相応の覚悟がいることでしょう。ただしその労力に見合うだけのパワーはしっかりと備わっていて、ミルクに関してはミルク特化のカメックス並みの実力を有していながらも厳選は比較的楽。そして食材ゲットも全部込みで1日200個程度の食材を集められる規格外の食材モンスターです。というか規格外すぎてミルクですらエクレアでも使い切れない場合がありますし、食材バッグもとんでもない勢いで埋めてくれる備蓄モンスターでもあるので、なんというか既存の評価軸には当てはまらないポケモンだとも思いました。少なくとも現状は常にチームに編成するタイプのポケモンではなさそうなので、おそらくそこが目覚ましコーヒーのプラスルとの決定的な違いになると思います。てなわけでそんな能力を総評すると、現在の最終的な活躍の場は料理がデザートの時のエクレア用のミルク集め兼備蓄食材担当となるかと思います。今はまだ活躍のタイミングが限定的なので、アンバー環境がミルク環境になったのであれば評価爆上がりしそうですね。食材が使い切るのも難しいくらい集められるっていうところも含めて、まだ時代が追いついていないと言えるかもしれません。それだけスペックの高いロマンのあるポケモンであることは間違いないでしょう。ぜひ素敵な出会いがあった方はアンバー環境で食材事情がどう動くのか注視しておきましょう。というのがストリンダーハイな姿の役割の考察や能力の評価ということになります。んでここから無課金初期勢パルの個人的な評価を抜き出していきたいと思います。ということでパルにとってのストリンダーハイな姿は将来性20ミルク厳選をスキップできる神ポケモン。今はコツコツエレズンのフレンドレベル上げをしようって感じですかね。まず非常に期待しています。この子私の好みな要素がすごく詰まっているし、能力的には無課金向きなんじゃないかなと思うんですよね。まずミルク厳選を比較的楽にスキップできるっていうのはやっぱりめちゃくちゃありがたい要素だなと思ってます。 AAA カメックスとかもちろんゲットしたいなとは思いつつ、狙ってどうこうなるものでもないかなと思っていたので、最近はねずっと BB マスカーニャを探していたんですけど、メインスキルの種必須とはいえ十分に強いカメックス並みのスペックがポンとゲットできるのであれば全然やる価値はあるんじゃないかなと思ってます。その上でいろんな食材も集めちゃうよっていうのが言ったら他の食材ポケモンたちの能力をある意味底上げしてくれているみたいなものとして考えられるので、それも非常にありがたいんですよね。食材専用のちょっとしたお手棒みたいな。他の食材ポケモンたちも AAA の強者たちがいつでも控えていますみたいな状況では全くないので、疑似的なサポート感謝しますって感じですね。
今はね、基本的にはエクレアでしか出番がなさそうなので、事実上のサポートもカカオ、コーヒー、蜜にはなるかなと思うんですけど、1日出れば、今回の計算結果だと期待値的に5個ずつくらい、15個分くらいはミルク以外にも貢献できるので、まあなかなかはちゃめちゃだよなと思いますね。で、気になるポイントなのが、やっぱり今はエクレアくらいしか出番がないというところで、言うてエクレア、私はね、もうレシピレベルカンストするくらいにはこれまでも作れてはいるので、育てるのはぶっちゃけ今じゃなくていいのかなとは思っています。ミルクの今後次第。今育てるのであれば、ハイな姿以外から行くのがいいんじゃないかなとは動画作っていて非常に思いましたね。ただし、すごく期待しているので、エレズン厳選はちょこちょこやり続けて、できたらフレンドレベル10にして、スキルレベルアップ M を狙いたいなと思ってます。言うてね、金種全部上げていたらとんでもない量になってしまうと思うので、さすがにそれは無課金のカバーできる範囲を超えちゃいそうだなと思い、エレズンをね、フレンドレベル10にしておけば、例えばハイな姿もローな姿もどっちもね、スキルレベルアップ M 狙ったりできるので、できる限りプラスマイナスはみんなスキルレベルアップ M をお願いしたいところかななんて思ってます。やっぱりね、2体編成した時の強さがぶっ飛んでるので、サブスキルを1個ぐらいスキルレベルアップに回すくらい割と余裕なんじゃないかなと思っているところはありますね。で、まだマイナスの考察ができていないので、今回はここまでとなるんですけど、当然ながら単体だけで評価考察しきれるポケモンではないじゃないですか、ストリンダー。特にその傾向は強いなと思っていて、相方は必須と今回そういう体でお話ししているので、例えばローな姿と一緒に組むのであれば、ローな姿の分のミルクもついてきたりするじゃないですか。いやもうミルク足りてるよと、なんなら一番使うエクレアでも足りてるよみたいなことも考えていきたいので、だったらマイナンとの相性の方がいいのかなとか、カカオのカメックスとも相性いいって言ったけど、そしたらマジでミルクは供給型だなとかってなると、もしかしたらデザートのタイミングであっても一日中編成するポケモンではないかもしれないなとか、でもエクレア作るなら鍋拡張2回がキャンチケなしでは必須になるから、マイナンは常に編成したいよなとかってことは、ハイな姿アウトからのプラスルインとかできた方が良くないみたいな、もう次から次へとね考えることが生まれてくるので、ひとまずハイな姿とプラス食材ゲット S については概要は分かったよと、すごく期待しているよと、その状態でローな姿マイナスの考察に続きたいなと思います。今はね、マイナスの方が汎用性が高いんじゃないかと思っているので、正直マイナスの方がより期待してるんですけど、動画作ってみてプラスも大概ぶっ飛んでたので、ここまで強いと本当に潰しが効くというか、ここから先数年は現役で活躍してくれるんだろうなと思ったので、まあ活躍がいつになるかね、新しいレシピに踊らされることにはなっちゃうんですけど、長い間名前の上がるポケモンなんじゃないかと思います。ストリンダーハイな姿。あとはね、直近で言えばライコウ、エンテ、スイクンリサーチがあるので、ストリンダーをミルクにしてカカオをカメックスにすることで、銅じゃなくてヌオーに飴を回せて、結果的にカメックス×スイクンっていう組み合わせもうまくフォローできるんじゃないかみたいなところまでもね考えていきたいなと思いましたね。実際私スイ君すでに育成しているので、スイ君とカメックス、そしてストリンダーたち、住み分けができて相性がいいのか、いやーどっちかだけでいいよってなっちゃうのかみたいなところもね、いずれ実体験としてお話できたらなと思ってます。ストリンダー厳選早く終わってくれますかね。なんならね、カカオカメックス厳選が終わらないんですけどね。ってことで、やっぱりね、厳選を楽にできる可能性があるストリンダーは神ポケということで、次回ローな姿編でまたお会いいたしましょう。ぜひね、皆さんのストリンダーハイな姿についての意見、感想、評価だったり、例えばプレミアムパスに入っててメインスキルの種には余裕あるからめちゃめちゃ狙ってますとか、むしろ全然狙ってないよとか、いろんな立場からのコメントを頂戴できますと幸いです。お待ちしております。そんなストリンダー無課金評価ハイな姿編でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。ぜひチャンネル登録で次回の動画もお待ちいただけますと幸いです。多分ね、ちょっと時間かかるのでお待ちください。それでは次回ローな姿編でお会いいたしましょう。先んじてね、ローな姿に関する考察だとかコメントも大歓迎です。お待ちしております。頑張って動画作ります。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。